マタイの福音書第2章、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方から博士たちがエルサレムに来て、こう言った、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので、拝みに来ました。ヘロデ王はこれを聞いて不安を覚え、エルサレムの住民も皆、王と同じであった。そこで、王は祭司長たちと民の律法学者たちを皆集めて、キリストはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によって次のように記されていますから、ユダの地、ベツレヘムよ、お前はユダの支配者たちの中で、決して最も小さいものではない。お前から支配者が出て、私の民イスラエルを牧するようになるからである。そこで、ヘロデは密かに博士たちを呼び寄せ、星が現れた正確な時刻を確かめた。そして、彼らをベツレヘムに送り、下りって、その子について詳しく調べ、見つけたら私に知らせてくれ。私も行って拝もう。と言った。彼らは王の言うことを聞いて出かけると、見よ、東方で見た星が彼らの先を進み、ついに幼子のいるところまで進んでいって、その上にとどまった。彼らはその星を見て、非常な喜びにあふれた。家に入り、幼子とその母マリアを見て、ひれ伏して幼子を拝んだ。そして宝の箱を開け、黄金、入香、没薬を贈り物として捧げた。そして、夢の中でヘロデのところへ戻るなとのお告げがあったので、彼らは別の道を通って自分の国へ帰った。彼らが帰って行った後、見よ、主の使いが夢にヨセフに現れて言った。起きて、幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして、私があなたに知らせるまで、そこに留まっていなさい。ヘロデが幼子を探し出して殺そうとしているからです。そこで、ヨセフは起き上がり、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ向かい、ヘロデが死ぬまでそこに留まった。それは、主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出した。と言われたことが成就するためであった。ヘロデは博士たちに欺かれたと知って、激しく怒り、人をやって、ベツレヘムとその周辺一帯にいる、博士たちから詳しく聞き出した時期に基づいて、2歳以下の男の子をすべて殺させた。こうして、預言者エレミヤを通して言われたことが成就した。ラマで声が聞こえた。泣き声と嘆きと大いなる悲鳴。ラケルは自分の子供たちのために泣き、慰められることを拒んだ。なぜなら、彼らはもういないからである。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いがエジプトで夢にヨセフに現れて、言った。起きなさい。幼子とその母を連れてイスラエルの地へ行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。そこで、ヨセフは起き上がり、幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかし、アルケラ王が父ヘロデに代わってユダヤを支配していると聞いたので、そこへ行くことを恐れた。そして、夢でお告げを受けたので、ガリラヤ地方へ退き、ナザレという町に行って住んだ。それは、彼はナザレ人と呼ばれる。と預言者たちによって言われていたことが成就するためであった。